コプレイヤーの皆様こんにちは。アメアメのにゃんこ塾へようこそ。今回はおすすめ本能を、個人的な経験に基づいて紹介していきたいと思います。個人的にとはどういうことな？つまり、私が今まで解放した本能をまず紹介します。そして、その次に、解放すれば高確率で、活躍してくれるだろうという本能を紹介していきます。ここで注意ですが、紹介する順番が優先順位というわけでは全くありません。加えて、優先するべき本能は人によりけりです。基本的な考え方としては、私のような無課金の方が、全く困っていない属性の本能を解放するのは、絶対にやめた方がいいと私は思っています。自分で決める時にどうしても悩む場合は、何個か本能紹介動画を見てみてください。その動画の内容もそうですし、そこのコメント欄も結構参考になったりします。この動画にもわかりやすいコメントが来てるかもな。楽しみですね。それじゃあ、レアキャラからお願いするな。はい、まず私が優先して解放した本能からいきます。1体目はカメラマンです。カメラマンで解放したのは、生き残る、確率アップです。これは川ワッパ対策で解放しましたが、通常ステージでも十分に使えると思います。他におすすめなのは体力、攻撃力、時点でクリティカルです。カメラマンは壁役ですが攻撃力もあるのでこのチョイスです。クリティカルはレジェンドステージの、星4をやるときに使えるかもですが、他に解放するべきキャラが多いので後回しでもいいと思います。2体目は猫ジュラです。解放しているのはクリティカル確率アップ、生産コスト低下です。クリティカル要因はなるべく量産型がおすすめなので、ジュラのクリティカルをより発生しやすくするのはおすすめです。コスト低下は1体で考えると効果は少ないですが、量産していくと膨大なコストの節約につながるのでおすすめします。なるほどな。3体目は誰な？ 3体目はキョンシーです。キョンシーの移動速度アップはとてもおすすめです。壁役は足が速いと前線への供給も通りやすく、途切れにくくなります。時点で体力アップですが、生き残る、もあり、ノックバックも比較的しやすいので時点になるかなと思います。体力上げても結局ノックバックするからってことなね。ラスト1体は誰な？ラストはオドラマンサーです。このキャラの毒撃無効を解放しています。私は解放していますが初心者や中級者の方にはあまりお勧めできません。なぜなら毒撃の能力を持つ敵が出てくるのは、全く序盤ではないからです。毒撃が出てくるようになってから考えても遅くないはずです。なるほどな。それじゃあ次は、ファントムは解放してないけど有用だと思う本能はどれな？まずはラーメン堂ですね。大天使最強量産壁ということで、おすすめするのは体力です。時点で攻撃力ですね。他におすすめするのは本能で大きく使用感が変わるネゴエモンです。このキャラの本能を全て解放すると、ゾンビキラー撃破時のお金増加により、ゾンビステージでの大きな活躍が見込めます。カンカンや特急にはゾンビキラーがないので、一回他のキャラで倒す必要があったんですよね。唯一無二の性能ってやつな。まさにそれになる可能性を彼は秘めています。残りのおすすめは全て対応属性追加ですね。奉仕の天使追加、石の古代追加、魔剣士の天使追加、ロデオの古代追加、サイキックのゾンビ追加です。そして、すみません、先ほど紹介し忘れていたのですが、私はロデオの古代追加も解放していました。古代種を本能で対応させる場合は古代の呪い軽減も、セットで解放するとより使いやすくなると思います。強いて言うならどれを解放しなくてもよかったと思うな。私が解放した本能で一番いらなかったのは、オドラマンサーの毒撃ですね。その理由としては、使う頻度が少ないのと、ハーデスも私は持っているので、本能に頼らずもう少し、編成や戦法を工夫すればよかったと思っています。これを聞いてると、解放して公開した本能を紹介した方が参考になるかもな。私は無課金なのでそれはなかなか難しいものがありますね。残念な。次 EX キャラ行くな。はい、私がおすすめするのは3体だけです。まずは暗黒城。このキャラは本能で化けたキャラの一人です。波動追加、攻撃力、体力、生産コスト低下により、非常に高性能なタイクロキャラと化します。ゲリラ経験値ステージがクリアできない方は候補に入るかもですね。波動だけでも解放すれば、黒沢にも遠距離から攻撃を通すこともできます。本能で化けるキャラは好きな。2体目は猫握りです。このキャラは先ほども登場した毒撃無効本能がおすすめです。毒撃無効量産壁は相当珍しい能力ですからね。3体目は猫アミーゴです。このキャラは烈波無効がおすすめです。烈波無効の量産壁は非常に貴重です。カッパステージの難易度も下げてくれるはずです。なるべく見やすく、短くまとめたかったので、少し急ぎ足の説明になってしまいましたが、必要な情報は抑えたつもりですのでご容赦ください。補足などがあればぜひコメントをお願いしますな。いつもコメント、いいね、チャンネル登録ありがとうございます。コメントには全て目を通していますので、参考になったなどのコメントが来ると、非常に嬉しいです。動画公開直後は返信を集中的に行いますので、ぜひお気軽にお願いしますな。次回は本能紹介は一旦お休みして、初心者の方向けの、育成指南動画を出します。この動画で育成する順番の迷いがなくなると思います。
チャンネル登録していただけると確実に視聴できると思います。宣伝が長いけど、感謝は大切だから許してやるにゃ。最後にまとめてほしいにゃ。1、解放は焦る必要がない。2、解放したい時は色々な知識を得て、よく吟味する。3、共通しておすすめしないのは、微妙な妨害無効、渾身の一撃追加、妨害キャラの基本体力、基本攻撃力アップ系です。それと、対応属性追加はとても有用ですが、ご自分の手持ちとよく相談してくださいね。それでは、今回はこの辺りで、楽しいにゃんこライフを。ご視聴ありがとうございました。